皆さん、人生で一度は自分は一体何者なんだなんて疑問を抱いたことありませんか？誰もが抱える根源的な問いですが、もしその答えはあなたが思っているようなものではないと言われたら、実は私たちが普段自分だと思っているものはある種の壮大な勘違い、いわば宇宙規模のドッキリカメラかもしれません。一体どういうことかって、その問いに答えてくれるのが今回ご紹介するアラン・ワッツです。アラン・ワッツは20世紀に活躍したイギリス出身の哲学者であり、東洋哲学を西洋社会に紹介したことで知られています。仏教、道教、ヒンドゥー教といった東洋思想を西洋人にも理解しやすいように解釈し、その魅力を広く伝えました。特に禅仏教をテーマにした著書「禅への道」はベストセラーとなり、当時のヒッピー文化にも大きな影響を与えました。また日本を代表する仏教学者の鈴木大拙とも交流がありました。彼は自身を哲学的エンターテイナーと称し、大学などの学術機関に所属することなく、一般の人々に向けて難解な東洋哲学を分かりやすく、時にユーモアを交えて解説しました。彼の著書「タブー」の書では、私たちが囚われているエゴという幻想から抜け出し、タブーとされている本当の自分を知るための方法が示されています。まずは第一歩としてワッツによる西洋的思考の落とし穴を見ていきましょう。でっち上げの自我。ワッツによれば、私たちが普段自分だと思っている皮膚の袋の中に閉じ込められた世界から切り離された個人といったイメージは幻想に過ぎません。多くの人は世界を自分とは切り離された外部にあるものとして捉えています。この感覚はあたかも自分が世界という見知らぬ舞台に一時的に存在する独立した観察者であるかのようにイメージされます。しかしワッツはこのような見方を意識が自身を限定的に捉えているがゆえの錯覚だと指摘します。この幻想はまるで頭の中にいる司令官が体という機械を操作し、世界をテレビ画面を通して見ているような感覚を生み出します。でもワッツによれば、私たちはこの世界から切り離された存在ではなく、宇宙全体と一体となった全体的なプロセスの一部なのです。ではなぜ私たちは分離された自我という幻想に陥るのでしょう。ワッツは2つの要因を指摘しています。ダブルバインド。幼児期に私たちは自由な存在であると教えられながら、その教えを含めた社会の取り決めに従うことを強制されます。この矛盾した状況の中で、私たちは世界と切り離された自分という幻想を作り上げてしまうのです。認識の偏り。私たちの意識は生存や自我の安全に関係する情報を選択的に認識するため、世界を断片的に捉えがちです。また白黒はっきりさせたがる二元論的な思考によって物事の本質を見誤ってしまうこともあります。この幻想を生み出す2つの要因を順番に見ていきましょう。自分という幻想。ダブルバインド。私たちは自分は他人や世界から切り離された独立した存在だと感じています。個我とも呼ばれ、これをここではエゴとします。しかしワッツはこのエゴは幼少期から社会によって植え付けられたものだと説明します。社会は私たちにあなたは自由で責任ある存在だと教え込みますが、同時にその教えを無条件で受け入れることを強要します。つまり教えを拒否する自由はないわけです。これはダブルバインドです。ダブルバインドとは、矛盾した命令や要求によって人が身動きが取れなくなる状況のことです。例えばリラックスしなさいと命令されたとします。リラックスするには自然さが必要ですが、強制されることで不自然になってしまいます。このダブルバインドによって子供は自分自身を世界から切り離された孤独な存在として認識するようになり、世界を自分とは別の馴染みのないものとして捉えるようになります。ダブルバインドが分離の幻想を生むメカニズムは以下の通りです。自己の誤認。子供は社会からの要請に応えようとするあまり、自分自身を独立した存在であると捉える幻想の自我を作り上げます。世界を外部と捉える。自我は自分自身と世界を区別することで自己を確立しようとします。
その結果、世界は自分とは切り離されたコントロールできないものとして認識されます。偽りの自己の強化、分離の幻想は成長後も社会によって強化され続けます。競争や対立を重視する社会において、分離した自我は優越感や劣等感を得るための道具として利用されやすいためです。そしてワッツはこのダブルバインドから生まれる分離の幻想が人生におけるさまざまな問題や葛藤の根底にあると指摘しています。ダブルバインドは子どもたちの人生に対する根源的な不安と欲求不満を生み出します。ワッツはこのダブルバインドから解放されるためには、自分自身と世界との間の分離の幻想を克服し、自分自身が宇宙そのものであるという視点を受け入れる必要があると説いています。いろいろな認識の偏り。私たちは情報の全部を認識しているわけではない。私たちは生きていく上で、あるいは社会の中でうまくやっていく上で、自分にとってこれは重要だと感じられる情報に特に注意を払うようにできています。つまり、意識は重要でないと判断した情報は無視してしまうのです。例えば、友達と話しながら車を運転しているとき、道路標識や周りの車すべてにいちいち意識を向けていたら、会話が成り立ちません。ちゃんと目的地に着いた後、会話の内容は覚えていても、道路状況の細部は覚えていないことが多いでしょう。また、私たちが世界をどのように見て、何を理解できるかは、生まれ育った環境や文化、そして使っている言葉によって大きく左右されます。例えば、日本語のわびさびという言葉が表現する感覚を外国の人に伝えるのは難しいでしょう。猫の頭が尻尾の原因。ワッツは人間の認識の限界を説明するため、猫を見たことのない人が壁の狭い隙間から猫が通り過ぎる様子を観察する例えを用いています。この人には壁の隙間から最初に頭が見え、次に胴体、そして尻尾が見えます。猫がくるりと向きを変えて戻ってくると、また頭が見え、少し遅れて尻尾が見えます。この奇妙な現象に、この人は猫の頭が出現するという出来事が、尻尾が出現するという出来事の必然的な原因であり、尻尾は頭の結果であると結論付けます。このおかしな結論は、視野が狭いために世界を断片的にしか見ることができないために起こる勘違いです。私たちは断片的に世界を見ています。一つ一つの出来事はバラバラで、関連性がないように見えます。そして、世界をバラバラのものとして見ていることに気づかないのです。ワッツが言いたいのは、頭と尻尾は別々の出来事ではなく、一つの猫の一部であるように、世界は断片的なものの寄せ集めではなく、すべてがつながっているということです。私たちは、世界を部分的にしか見ることができないため、物事をバラバラに見てしまい、因果関係で無理やりつなげようとします。まるで無数のパーツの押し合いへし合いを観察しているようです。しかし実際には世界は最初から全体として存在しており、独立したパーツの因果関係で成り立っているわけではないとワッツは考えます。つまり全部つながってるってわけです。人々はこのつながりを認識し損なっています。白黒ゲームから抜け出そう。私たちは世界を理解しようとするとき、光と闇、音と静寂、善と悪のように反対の性質を持つものに分けて考えることがよくあります。アラン・ワッツはこれを白黒ゲームと呼んでいます。白黒ゲームではどちらか一方が勝者となり、もう一方は敗者となるようにも見えます。しかしよく考えてみると、光がなければ闇は存在できませんし、上がなければ下も存在しません。つまりこれらは別々のものとして存在しているのではなく、互いに関係し合って初めて成り立っているのです。個人、対、世界も白黒ゲームの一つだと言えます。私たちは個人と世界を別々のものとして見て、どちらかが勝ち、どちらかが負けるというゲームをしているとワッツは指摘しています。自分は世界からできるだけ多くのものを勝ち取らなければいけません。まるで銀行に押し入った銀行強盗ができるだけ多く奪い去ろうとするかのようです。しかし、もし私たちが本当に世界と一体の存在だとしたら、個人対世界というゲームはそもそも成り立ちません。強盗が自分の銀行に押し入っているようなものです。
またアラン・ワッツは人間の心が言語や象徴システムに深く条件付けられているため、世界を断片的に見てしまうと考えています。人間は世界を理解するために網目状のイメージや言語を用い、世界を細かく分割して捉えてきました。しかしこれらのイメージは世界を部分の集合体として見るよう私たちを導き、全体としての統一性を捉えにくくしています。ワッツの洞察を2つに分けてさらに詳しく見ていきましょう。網目のイメージ。ワッツは網目が世界を理解するための支配的なイメージの一つになっていると指摘しています。網目は連続的な動きを同じサイズの正方形に分割し、混沌に秩序をもたらします。私たちはこの網目のイメージを用いて、緯度や経度、グラフ、ファイルの整理、都市計画などを行ってきました。しかしワッツは網目はあくまでもイメージであり、現実の世界は網目をすり抜ける水のように、私たちの想像上の網目によって分割されることはないと強調しています。言語の限界。さらにワッツは言語、特に名詞を主体とした西洋の言語構造が世界を私たちに断片的に捉えさせていると指摘しています。彼は名詞が行動を起こすことはできないにもかかわらず、西洋の言語では名詞が行動の原因であるかのように扱われていると述べています。言語は世界を切り分けていくので、本来つながっている世界にバラバラのパーツからできているかのような印象を持たせます。例えば稲妻が光ったという時、稲妻と名指される何かが光る行動をしているようなニュアンスがあります。しかしただ単に稲妻ってるという動詞だけにすればシンプルだとワッツは言います。同様に人を人ってる、脳を脳ってる、アリをアリってるといった感じで動詞で捉えれば、全てがプロセスだというワッツの世界観を自然に表せますが、通常はそうなっていません。ワッツはこれらのイメージや言語構造もまた、私たちが本来全体と一体であるという事実を覆い隠し、分離した自我という幻想を生み出す要因になっていると考えています。視野を広げて世界をありのままに見よう。世界はバラバラのパーツを後から組み合わせたジグソーパズルではありません。最初から全体として存在しているものを私たちは部分的にしか見ることができないので、バラバラに見えてしまうだけなのです。世界をバラバラに見る西洋的思考。ワッツは私たちが当然視している世界の捉え方として、世界は個別の断片やもので構成されているという考え方を挙げています。そしてこの考え方も自己を世界から切り離された独立した存在として見るエゴの幻想を生み出す要因の一つとなっています。西洋人は顕微鏡で覗き込むように世界をバラバラのパーツに分けて見るのが好きです。原子、分子、細胞、まるでレゴブロックで組み立てられているように世界を理解しようとしています。そもそも分析や理解など分かるということは、日本語の場合でも文字通り分かる、分かる、つまり分けて分解して考えることとされています。しかしワッツはそんな考え方では肝心なことが全く見えていないと指摘します。例えば生物の体を心臓、肺、脳とバラバラのパーツに分けても生きている状態を理解することはできません。同じようにそれぞれの人々も置かれる環境や文脈が変われば行動も意味も変わります。ワッツはこれを文章の中の単語と同じだと説明します。例えばバカという単語は軽蔑だけでなく行為も表すことができます。それぞれの文脈の中で初めて意味を持つのです。そしてここがワッツの鋭い洞察ですが、人間も単語と同じように環境や文脈の中でしか存在できないのです。つまり私たちは皆宇宙という壮大な文章の中の小さな単語のようなもの。その単語だけを抜き取って考えるのは意味がありません。でも現代社会は独立した個人といういわば単語のような単位を使って物事を判断しがちです。そのため独立した自分という幻想にとらわれてしまうとワッツは考えました。この部分をまとめます。大切なのはつながりを認識すること。私たちが普段どれほど偏った眼鏡をかけて世界を見ているかお分かりいただけたでしょうか。大切なことは白黒ゲームのような二元論的な考え方から抜け出し、
世界と自分が本当は深くつながっていることに気づくことだとワッツは考えました。そしてそんなつながりの認識に一役買ってくれるのが、古代東洋哲学と現代科学という一見正反対に見える2つの知識なんです。どういうことか見ていきましょう。古代東洋哲学と現代科学の1点。古代東洋哲学、特にベーダーンタ哲学では、自分自身が宇宙そのものとも説かれています。ワッツは古代インド哲学の教えを子供向けの例え話でざっくりと紹介しています。この古代ヒンドゥー教のベーダンタ的な神様は、暇つぶしに宇宙でかくれんぼをして遊んでいます。でも世界は全てが神様で、自分一人しかいないので、仕方なく自分で隠れる役と探す役もやりました。そうして神様は、自分に見つからないように人間や石ころに隠れました。その際、隠れたことも、自分が神様であることも、自分から隠してしまいました。もちろん神様ですから完璧に。つまり、私たち人間も、石ころも、あのピカピカ光る星も、全部、神様が変装して隠れている姿なんです。だから、この世界は現実のようだけど、実は神様の壮大なイリュージョン、一種のマジックショーみたいなもんなんですね。ただ、自分自身が宇宙そのものだと言われても、大抵の人には馴染みにくい考えかもしれませんね。でもワッツによれば、実はこの考え方は最新の科学ともよく一致するんです。その根拠として、ワッツはまず神経科学、生物学、社会学の3つの観点を紹介しています。1、神経科学。脳は世界と相互作用して現実を構築する。従来の考え方は、脳が外部からの情報を客観的に処理し、世界を一方的に観察しているとしていました。しかし、ワッツは、脳が世界との相互作用を通して現実を能動的に構築していると考えました。私たちの五感は、世界と相互作用し、脳に情報を伝達する役割を担っています。つまり、私たちは世界から完全に切り離された存在ではなく、常に世界と相互作用することで、現実を認識しています。2、生物学。人間は環境と相互に依存し合ったネットワークの一部である。従来の考え方は、人間を他の生物や環境から切り離された独立した存在として扱ってきました。しかし、ワッツは、人間を含む全ての生物が、環境と相互に依存し合った複雑なネットワークの一部であると強調しました。私たちは、食物連鎖や共生関係を通して他の生物と深く結びついています。つまり、生物学的に見ても、私たちは環境から独立した存在ではなく、大きな生態系の一部として存在しています。3、社会学。個人のアイデンティティは社会や文化の影響を受ける。従来の考え方は、個人を社会とは独立した自律的な存在として捉えてきました。しかし、ワッツは、個人のアイデンティティや行動は社会や文化の影響を強く受けていると主張しました。私たちは社会との相互作用を通して考え方や行動パターンを学びます。つまり社会学的に見ても私たちは社会から完全に独立した存在ではなく、社会との相互作用の中で自分を形成しています。このように3つの側面からも分離された自我という感覚が幻想である可能性が示唆されています。そしてこの考え方は最新の物理学、特に量子論の考え方とも共鳴します。量子論が示す宇宙観、すべてのものは場の振動である。液晶ディスプレイを使った例え話で場の量子論を説明すると、アラン・ワッツの思考と似ている点が見えてきます。簡単に言うと、液晶ディスプレイの画面に映るものは画面上に並んだたくさんの小さな点々の色が変わることで、私たちが見るものの姿になります。本当は、そこに描かれているものはそこにないんです。例えば、画面に猫が映っていても、当然、本物の猫がそこで動いているわけではなく、点々の色が変わることで、猫が動いているように見えます。場の量子論でも、私たちが見ている物質は、実は場と呼ばれるエネルギーの海の中で起こるそれぞれの場所の振動と考えられています。それらの振動が独立した粒子のように観察されるわけです。つまり、宇宙という大きな画面に映る絵のように、私たちが見ているものは、
実は全部つながった場と呼ばれる超巨大スクリーン上の変化なんですね。つまり一見バラバラに存在するように見える物質も根源的には場という共通の基盤でつながっているのです。古代インドのベーダーンタ哲学ではブラフマンと呼ばれる宇宙の根源となる原理から全てのものが生まれてくるとされます。そして私たち人間を含む神羅万象は全てブラフマンの夢あるいは遊びリーラとして現れていると説かれます。量子力学とベーダーンタ哲学は異なるアプローチを取りながらも私たちが認識する現実を超えた根源的な一体性を示唆している点で共通しています。さらにワッツは量子力学の基礎を築いた物理学者の一人であるシュレーディンガーの言葉からあなたが自分のものだと呼んでいる認識、感情、選択は最近ある瞬間に突然生まれたわけではありません。むしろこれらは本質的に永遠で変わらないものであり、すべての人間、いやすべての感覚を持つ存在において時間や空間を超えて同一のものなのです。という見解を紹介しています。これは私たちが経験する分離の感覚が実際には幻想であることを示唆しています。このように現代科学と古代東洋哲学は異なる視点から出発しながらも私たちが分離された自我として認識しているものが実は幻想かもしれないという点で驚くべき一致を見せています。この世界は私たち一人一人が独立して存在するのではなく全てが相互につながり影響し合う壮大なネットワークと言えるでしょう。このような世界観を持つことで私たち自身の在り方そして世界との関わり方がより深みのあるものになるとワッツは考えました。ではどうすればこのエゴの幻想から抜け出すことができるのでしょうか。世界はあなたの体全体性を認識する。ワッツは世界はあなたの体であるという考え方を提示します。私たち人間は植物、昆虫、魚、動物、そして目に見えない微生物たちと複雑につながり合って生きています。私たちが自分と呼んでいるものはこの壮大な生命の網の目から切り離された存在ではなくその一部として機能しているのです。例えば私たちが見るという行為は眼球が光を捉え脳がそれを処理することで初めて成立します。つまり見るという行為は脳という内部環境と光という外部環境の相互作用によって成り立っているのです。そして脳もまた世界の一部です。ワッツはもしも脳がなければ私たちが認識するような光、色、音、重さといったものは存在せず世界はただ無数の振動でしかないだろうと述べています。つまり世界は私たちの中にあり私たちもまた世界の一部なのです。世界を認識する私たち自身と認識の対象となる世界は本来は不可分な一つのプロセスとして存在しているのです。ワッツはこのプロセスを生物圏と呼び地球上のすべての生命そしてそれを取り巻く環境全体が複雑に相互依存しながら一つの生命体のように機能しているという見方を示しています。私たちが個人として認識しているのもこの巨大な生物圏の一つの表現形態に過ぎません。私たちの体を構成する無数の細胞の一つ一つがそれぞれ独自の役割を持ちながらも全体として調和を保っているように私たち人間もまた生物圏という大きな生命体の一部として他のすべての存在と相互に影響し合いながら存在しているのです。このように世界と自分は脳と環境の相互作用そして生物圏という全体性の視点から見て不可分な存在であるため世界はあなたの体と呼ぶことができるのです。今を生きる無目的の行動の重要性。ワッツはエゴの幻想から脱却し全体性を認識することで私たちは今を生きることができるようになると考えています。これは自己と世界を分離した存在として見るエゴの幻想が私たちを未来への渇望と現状への不満という悪循環に陥らせるからです。そんな悪循環を避け未来への不安や過去の後悔にとらわれることなく今この瞬間を最大限に楽しむことを提案しています。私たちがエゴの幻想にとらわれている時人生は自分という架空のキャラクターの目標達成や
問題解決といった未来への絶え間ない努力として映ります。そして今という瞬間は未来へと至るための単なる手段や足がかりとして軽視されがちです。ワッツは西洋文化は目的性、実用性、結果、進歩を重視しすぎていると指摘し、東洋的な目的や利益を追求するのではない自然の流れに身を任せる生き方を推奨しています。世界は個別の部分から成り立つのではなく、複雑に絡み合った一つのパターン、一つのプロセスです。私たちはそのプロセスから切り離された存在ではなく、むしろプロセスそのものです。この全体性を認識することで、未来への渇望や現状への不満から解放されます。今という瞬間は、もはや通過点ではなく、全体性のプロセスにおけるかけがえのない一部分として立ち現れます。ワッツは、この全体性を認識することを遊びという概念を用いて説明しています。つまり、将来のご褒美のためといった目的を超えた行動、すなわちその時それをすることに夢中で未来のことなど考えもしない遊びの中にこそ、真の生の充実があるということです。遊びとは、未来の報酬を期待せず、今という瞬間に完結する行為です。それは、結果を気にせず、純粋な喜びのために歌ったり、踊ったりすることにも似ています。エゴの幻想から解放され、全体性を認識することで、私たちは遊びとしての世界に溶け込み、今を最大限に生きることができるようになるのです。しかし、エゴの幻想を取り除こうとすると、意外なラスボス的強敵が現れます。ラスボス的なパラドックス登場。ワッツはまた、自我の感覚を超越しようとする試みが抱えるパラドックスについて論じています。彼は、分離の幻想から逃れようとする努力自体が、私たちが逃れようとしているまさにその自我を強化してしまうという最悪のダブルバインドについて説明しています。ワッツはこんな意地悪な質問をします。もしエゴの感情を超えるにはどうしたらいいかと誰かに尋ねられたら、私はなぜそうしたいのかと尋ねよう。なぜそこに到達したいのか。もし正直に答えてくれたら、それは自己超越というより高いスピリチュアルな地位にいる方が気分がいいからになるのでは。自己超越のパラドックス、自己を超越しよう、つまり自我の感覚から解放されようとする試みは、一見すると高尚な目標のように思えます。しかしワッツはこの努力自体がパラドックスを生み出すと指摘します。なぜなら自我を超越しようとすればするほど、私たちは意識的に努力している自我という存在を強化してしまうからです。努力の無益さ。ワッツは実は自我を手放そうと望むこと自体がすでに自我の罠にはまっていることを意味すると指摘します。なぜなら手放したいと願う主体は依然として自我として機能しているからです。彼は自我から逃れようとするのではなく、自我の感覚もまた雲や波のようにただ起こるがままの一時的な現象として受け入れることの重要性を説いています。このようにワッツは私たちが自我の幻想から解放されるためには自我との苦闘をやめる必要があると示唆しています。自己超越を目指すのではなく、自我の感覚をありのままに受け入れることで、私たちは初めて自我の枠を超えたより大きな全体性と一体感を体験できるようになるのかもしれません。結論。宇宙の神秘と笑い。ワッツは人生は仕事ではなく遊びだと述べています。ワッツにとって宇宙の根源を理解することは単に概念的に把握することではなく、今を生きること、世界と一体となって遊びの精神で人生を経験することによってのみ可能になるということです。そしてこの宇宙的ドッキリを真に理解したとき、私たちに残されるのはただただ笑うことだけなのだとか。このチャンネルでは気楽に遊べる哲学っぽいトピックの動画を配信しています。よろしければチャンネル登録、いいねボタン、コメントをいただければ嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。